皆さんこんにちは、ことなです。今日は改めて今年5月に誕生した我が相棒の軽バン車中泊使用車エブリーソロをご紹介します。ベースはスズキエブリー特別使用車 PC リミテッドです。年式は2019年、4速オートマのパートタイム 4WD で初回登録が2020年3月、走行距離 14,700 キロの中古車です。前オーナーは法人さんで、商用としてはやっぱり白かシルバーがいいという理由、それだけで手放されたもので、他に何の問題もない車だったので即決購入しました。走行距離を除いては新車と遜色のない非常に状態のいい車でしたので、フォグランプ、フロントガーニッシュ、ドアバイザー、ルーフエンドスポイラー、これら純正オプションを追加装着しています。足回りですが、エブリバンにはホイールの純正オプションがないので、オートバックスで購入したアルミに履き替えています。ディーラーさんにも言われたんですが、パッと見はもはやエブリワゴンです。それでは車内の方をご案内することにしましょう。はい、これが車内の全容です。森風美さんの怠け者号を参考にした結果、ほとんど同じ仕様になりました。順番にご紹介していきます。まずこちらが机です。最初は天板を折りたたみ式にしていたのですが、荷物の出し入れでステイが邪魔になるし、半年乗ってこの先も折りたたむ機会はほぼないと見極めたので、つい先日固定式に変更しました。反対側、背もたれ兼テキーラレッグ収納スペースになっていますが、味気なかったので怠け者号のアイデアをいただいて、表面をマガジンラックにしました。小物が置ける棚も追加しています。机の下にはコンセントを取り付け、外部電源を供給できるようにしています。外部接続用のコードはリアゲートを閉じても使えるよう、屋内用 1500W 平コードを使用しています。両サイド後方にある小窓は木枠とカーテンをセットしてお部屋感を出しています。これも当初は開閉式の扉を計画していたんですが、窓の形状に合わないので、最終的には怠け者号と同じく単純な格子の木枠に変更しました。それぞれタイプの違うランタンも配置しています。床は 1x4 を敷き詰めてフラット化して、その上に滑り止めシートとラグを敷いています。車載しているだけなので車への固定はしていません。後方上部には純正オプションのネットラックを取り付けて、タープやテント、シュラフトを収納しています。机の隣はテキーラレッグを使ったカフェカウンターで、キャンプ以外でも車中リモートワークをしているので、普段使いでコーヒーを入れたりしています。走行中はニトリのコンテナボックスに全て収納して移動しています。コンテナボックスはコーヒー器具以外にコーヒー豆やお菓子類を普段は入れていますが、キャンプの際はキャンプギア用のコンテナと入れ替えて使用しています。その隣はバンドクの水タンクを常設しています。水の出が非常に細くて勢いがないのが難点ですが、プラスチック製で軽くて丈夫、しかも中が見えておしゃれな上にお値段が1000円と安いので利用しています。野外では左側のスライドドアを開けて外からコーヒーを入れることもできます。キャビンの窓なんですが、光が漏れても中が見えなければ良いので、カインズのカフェカーテンで統一しています。取り付けは悩んだ結果レール式がいいので、パラコードを2本寄りにして使用しています。丈夫でアウトドア感が出ていいですよ。右側のスライドドアはキャビンへの出入り口なのでカーテンではなくて目隠し程度ののれんにしています。これもカインズです。寝る時なんですが、車内空間を広く確保したいのでベッドは製作せずに6センチ厚の三つ折りマットレスを使用しています。デスクワークの際は座椅子代わりに使っています。
コックピットとキャビンの間は遮光カーテンで仕切っています。車の色に合わせてブルー系のチェック柄にしています。これもカインズで購入しました。で、取り付けは天井の内張りを留めているグロメットに Z 型の金属ステーを挟んで、そこに土台となる角材を取り付けてからカーテンレールを取り付けています。カーテンレールは車体の形状に合わせて曲げられるので、昔からある樹脂製の一番安いものを使っています。加工方法はまた別の機会にお伝えしたいと思います。コックピット側から見たキャビンはこんな感じです。続いてコックピットをご案内しましょう。はい、コックピットはこんな感じです。カーゴなので非常に無駄がなく、パネル周りも超アナログでシンプルなんですが、山へ行くことが多いのでカーナビは取り付けています。貨物のハイルーフのいいところは、オーバーヘッドシェルフというルーフラックが標準装備してあるところですね。使い道としてはティッシュボックスを置いたり、マスク、取説車検証、あと自作のステアリングテーブルなどを置いています。で、そのままだととにかく商用車イメージが抜けず味気ないので、僕は車体の色に合わせてデニム地で内装を統一しています。エブリィはメーカー以外のこうしたオプションも豊富でいいんですけれども、とにかく値段が高いので僕は全て手作りしました。金額的には手芸店の東海で量り売りのデニム生地とオレンジの太い糸だけでしたので3000円弱、既製品の10分の1ぐらいで上がっています。ミシンが使えればいいんですけど、手縫いなので手間はかかってしまいましたが、ミシンが使える方ならね、すぐできますよ。ステアリングカバーはオートバックスで3000円ぐらいで購入した既製品なんですが、フットハンドルがどうしても馴染めないので、中のウレタン樹脂を取り除いて、その分詰めてハンドルに直接縫い付けて使用しています。これで完璧。アームレストもエブリワゴンには純正オプションがあるのですが、バンにはないので自作しました。ベルクロで着脱可能です。木製ですが、硬くて痛いということはなくて、必要な時は大判のタオルを敷けばそれで十分だと思います。これがあるのとないのとでは大違いで、高速での運転が非常に楽になります。疲れ方に随分差が出ますよ。下には小物入れも合わせて作ってあります。足元のステップについてですが、これもワゴンの場合は純正品があるんですが、バンにはないので、僕はアウトドアっぽく人工芝をマットの代わりにしています。で、座席、シートカバーですが、ここもどうしてもデニム地にしたかったんですけど、なかなかいいのが量販店にはないので、ネットで探していたところ、有限会社ビーンズさんという岐阜県のメーカーさんで、おそらくブランド名がセブンス E ライフっていうのだと思うんですけど、ここでオーダーしました。こればっかりは自作できないし、車内の雰囲気を左右する重要な要素なので、一番奮発したところです。デザインが非常に豊富で、何より素晴らしいのが寸分の狂いなくぴったりフィットの仕上がりで、縫製がものすごく丁寧でしっかりしている点ですね。非常に満足しています。なのでお値段はそれなりにしますが、決して後悔しない代物なので、これはおすすめです。はい、以上駆け足でご紹介してきましたが、これが僕の相棒の仕様です。これからたくさん相棒と出かけて、その様子をご紹介したいと思っています。
また別の機会に作り方の基本構造をご紹介する動画も上げたいと思いますので、そちらもぜひお楽しみにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。じゃあのー。